これだわ。これはいいね。あ、今全体的にシャキシャキしてるなっていう印象です。やっぱね、こっちの方がね、音は鮮明に聞こえます。FPS には向いてると思います。個人的な考えです。繰り返しないけど VR3004 ゲーミングとかとは真逆の方向性のイヤホンと思ってもらうのがいいと思います。で、今回重要なのが EQ が本体に保存できます。キャラの声とか結構 KT です。今回はこちらの EPZ-EPG の G20 Pro、こちら開封レビューしていこうと思います。ゲーミングイヤホンとなっています。このパッケージにアニメのキャラクター書かれているっていうここがめちゃくちゃ特徴になって、本体にはそういうのはないので普段使いには問題ないです。はい。そして先日レビューの動画を上げたこちらが先にご提供いただいたもので、こっちを第2弾としてご提供いただきました。両方ともこのアニメのキャラ書かれていて、本体に EQ の設定が保存できるっていうことで、同じように EQ は本体に保存、ブラウザとかから設定してできるので、あとはゲーム単位の最適化された EQ も用意されているとのことです。いきなり結論。EPZ G20 Pro 実際にしばらく使ってみた感想をこちらで残そうと思います。ここの Amazon の商品ページ載っているこちらの画像を見ながら、ここについてはどう思うとか、そうは思わないとか、そんな感じで話をしていくと、見てる方に変わりやすいかなと思うので、まず人間工学設計、スタイリッシュな外観、3D プリント製、肌に優しいレジン筐体、軽量で装着感良好。はい、こちらに関しては今もつけてるんだけど、つけ心地は悪くないかなって感じです。で、重さっていうのも、ちょっと今回ちゃんと測ってはないんだけど、普通に軽いなっていう感じです。で、逆に言うと、個人的な好みとしては、なんか鉄っぽいようなさ、ちょっとずっしり重みのある方が好きなんだけど、軽量で悪いことはきっと世間的にはないんだろうなっていうところで、はい、軽い方がいいっていう人にはおすすめなんじゃないかなとは思います。続いてここにいろいろと書かれてるけど、まず重要なのは DAC チップ内蔵。これは Type-C ケーブルのモデルがあるので 3.5mm もあるっぽいんだけど、こちらの Type-C ケーブルだと DAC チップ内蔵しているので、もうそこの時点でその音質の向上とかが期待できるみたいな感じになります。そしてデュアルマイク搭載。こういうものが一般的によくあるものなのかわからないけど、まずここにブームマイクついています。そしてイヤホンの途中に垂れ下がっているここにマイクついているものってよくあると思うけど、この2つが使えるようになっています。ここの垂れ下がっているところでスイッチ、上にするとブームマイク、そして中段でインラインマイク、で下にするとミュートモードってなります。でこれはこの2つで確実な音質の差があったので、これはこの後開封からファーストインプレッションとかの中で音質テストをしてマイクに関しても試しているので、プラスマイナス15、合計30の幅で動きます。特注サウンドチューニングと2本セット銀メッキケーブル。はい、これもちょっとめちゃくちゃありがたいなっていうので、開封パートの中で力説結構ね、熱く語っていたというか、文句を言っていたというか、腹立つ。1メートルとか 1.2 はい、こんな感じでこの2本がセットで入ってきます。で、これが 1.2 メートルの標準の Type-C ケーブル。そしてもう1本延長ケーブルとして 1.5 メートルあるので、両方足して 2.7 メートル。パソコンとかだと背面にしか Type-C ポートがついていないみたいなケースもあると思うので、そういう人ってさ、もう届かんじゃん絶対。俺結構 PC 遠くに置いてあるから、一応左手デバイスみたいなやつにその USB Type-C 立てるところがあるから、そこでも使えはするんだけど、長いに越したことはないっていうところで。で、プラス届かない場合って自分で買うと思うんだけど、その時になんか安心感を得るために高い方買った方がいいんじゃないかとか、でもとりあえずだったら安いのでいいのかなとかいろいろ考えたりして手が止まってしまったりとか、そんなこともあったりすると思うんだけど、そういう時にこういうね、公式がつけてくれているっていうのはめちゃくちゃありがたい。何も悩む必要ないし、割り切りにもなるので、これがね、めちゃくちゃありがたいな感じです。内蔵ハイスペック DAC は 384kHz32 ビット、ハイレゾ再生に対応、低ノイズで安定した音声出力を実現。この DAC 自体の効果っていうのはもちろんなんだけど、それとプラスで、このイヤホンの特徴、前回の G30 ってものもそうなんだけど、本体にイコライザー、EQ の設定を保存することができます。つまり、自宅の PC で使って、友達の家の PC で使って、誰かのスマホに挿して使ってってした時も、全部その同じイコライザーの設定で聞くことができます。はい、ここめちゃくちゃ重要で、もちろんデバイス依存があるから、繋いだデバイスによって聞こえ方がそもそも変わってしまうとかってのはあるとは思うんだけど、そこは置いておいたとして、置いておいていいものかわからんけど、とりあえず、他のどこに持っていこうか、どこであろうが、同じ音で聞くことができるっていうのがめちゃくちゃ重要で、特に FPS とかに関しては、この前回も触れたんだけど、音の再現性イコール勝利の再現性という形になるんじゃないかと思います。だからこんな言い方をすると、さぞうまいんだろうと思うかもしれないけど、めちゃくちゃ下手くそです。
こう毎回触れてるけど、95% 負ける。じゃあその 5% をどうやって勝ちにつなげているか、もしくは 5% を 10% まで上げるみたいなとこにどうやってそうしているかというと、まさしく耳。もう下手くそな人間は耳に頼らざるを得ない。反射神経とか、技術勝負とか、OEM とかも無理なので、レード高い銃とか撃つと、当たり始めた頃には弾がなくなってしまってる。これ下手くそな人にしか伝わらないかもしれないけど、もうあるあるすぎると思うから、その点、まあゲームを選ぶんだけど、俺はこの後ゲームのパートで、実際にプレイしたりして、その上手い人は、別に耳で勝ってるかどうかってもう分からんでしょ。タルコフ、アリブレは耳勝負なので。耳勝負じゃないと思ってる人は、それは、もう単純に上手いだけ。仮に、このイヤホンのおかげだって言ってる人がいたとしても、別になんか言ってる人のことをどうこう言うつもりじゃないよ。俺は完全に下手くそだから、どう間違っても、実力では勝てない。イヤホン以外で勝つ要素が、もうね、5% しかない。そう。みたいな感じなので、ここ共感してもらえる人は、過去の動画に関してもそうだし、今回の動画はもちろんそうだし、今後の動画に関しても、同じ感覚っていうところで、その上でどう判断しているのかっていうところで何かの参考になるんじゃないかなと思うので、重要なのが見た目に関して、ここで見るとビビッドな感じのオレンジに見えると思います。ところが実物はちょっとくすんだ印象すらあるようなオレンジになっています。ここちょっと一個注意が必要かなと思うので、これ個体差なのかな？そんなことないよね、きっと。同梱品に関してはこんな感じです。開封のパートで順番に見せているので、そちらチェックしてみてください。今回は、3.5mm で、そのダックにつないで聞いてみたっていうところも、一応感想をここで伝えようと思います。この後開封パートの方では、その PC で触ってってとこまではたどり着かなかったので、ゲームと開封から iPhone と MacBook Neo でいろいろ聞いてみたっていうところになるので、はい。で、結論としては、Type-C で繋ぐよりも、やっぱなんだかんだ4万のこの DAC、サウンドブラスター X5 を経由した方が、全然音は良かったです。音に深みとか厚みが出る感じの印象を受けました。でもそもそもこの Type-C ケーブルっていうのがそういうものなのかはわからないけど、このエッジの鮮明なシャリシャリとした感じの音の聞こえ方に寄っているものなのかね、どうなのかって俺は断言できないけど、使ったことある人ってまだ5種類ぐらいしかないから、でどれもそれはね、過去に使ったものってもうゲーミングとして FPS とかもそっちに向いていますよっていうやつで Type-C ケーブルだったわけみたいな感じなので、でもそんな中前回のこれの別のモデル G30 の方に関してはその割には結構マイルド深みがあるみたいな感じの印象も受けました。とはいえ、もうこれも繰り返し言ってるんだけど、その iPhone で聞いた時と Windows は Type-C で繋いだ状態なんだけど、その2つでね、聞いただけでも随分と音の聞こえ方が違って、もう iPhone だとめちゃくちゃね、シャリシャリ、エッジの際立つ、本当に普段言っている KZ 系の音の鳴り方、全く同じとかそういう意味合いではないんだけど、傾向としては KZ 系みたいな、そういう聞こえ方、鳴り方、の印象でした。G30 に関してはそういう風に聞こえたんだけど、ところが Windows だともっとマイルドに聞こえたっていう話です。で一方でこの EPG G20 Pro に関しては iPhone だろうが Windows で聞こうが、その鮮明に聞こえるより、ちゃんと比較したら多少のマイルドさ PC でさっきの G30 と同じようになんかね、そういう風に聞こえてたところがあるかもしれないけど、印象としては普通にね、もう本当にエッジが鮮明だなっていう印象のイヤホンです。はい、だからそこに関してはダックを通した方が俺はいいかなっていう印象を受けました。で、あとはその G30 と G20 Pro の大きな違いはやっぱりその深みとか音の厚みとかマイルドさがの有無、本当にこっちはエッジが鋭いみたいな感じの印象のイヤホンなので、FPS にどっちが向くかって言ったら俺は断然こっちじゃないかなと思います。とはいえ普段から触れてるように、ファイナルの VR3004 ゲーミングとは全く別方向、別ベクトルのFPS に向くイヤホンっていう感じなので、VR3000 方面のものを求めているんだったらこれは買わない方がいいです。全く別方向になります。俺が普段から触れている KZ 系とか TRN の VX Pro プラスで謎になぜかかかってしまうみたいに言っていた、めっちゃ取りづらい、聞こえづらいと聞き取りづらい、音がたくさんありすぎてわからないって18ドライバーのやつとか。そうって言ったにもかかわらず謎にかけてしまうってイヤホンがあったんだけど、そっちとかに近い方向性。そう。VR3000 とかとは全く別方向のものとはなります。もう基本的に全ての音が聞こえて、その中から必要な音を取捨選択して判断材料にする方向のイヤホンになります。はい。みたいな感じで、この後実際に開封して音楽、その iPhone と MacBook Neo でいろいろと聞いた上でごちゃごちゃと話をしながら、はい。そして最後にゲームのパートの方で4タイトルぐらい、はい、プレイをして、それも実際にプレイしながら、こういう感じの音に聞こえるとか、FPS においてみたいな、下手くそ視点の話とか。はい。ということで、一応ここを結論として、
この後、過去に戻る形で、開封からファーストインプレッション、リアルに文句とかも言いながら、ああでもない、こうでもないと言いながら話をしているので、よかったら最後までチェックしてみてください。はい。で、今ここに映してるけど、実際音を聞くとき、ゲームは Windows のメインの PC でやります。自分の DAC で最適化した EQ を今後は使おうと思います。で、その他、基本的に iPhone の16 Pro を使って音を聞いています。これは特に EQ とかもかけず、デフォルトの設定で耳を守るためのボリュームを下げるみたいな、上限を決めるみたいななんか設定あると思うけど、そういうのもかけていない状態です。もうデフォルトの状態で使ってってとこなので、iPhone つってもバージョンによっていろいろ細かいところ言った違いもあるかもしれないけど、iPhone の16 Pro で同じものを使っている人だったら同じ音で聞こえるはずみたいな、そういうところの要素も含んでいます。今回の Type-C モデルなので、そのまま挿すので、本当にまさしく、例えば、これに関しても Type-C、3.5mm のモデルもあるんだけど、これも挿してこのまま使うんだったら、本当に全く同じ条件で聞いてもらって、連想してもらいやすいというか、再現できる状況になると思うので、そういう意味で参考になればと思います。こっちも Type-C のはずなので。一応 iPhone と他一時期やってたもので MacBook Neo あるので、ここにつないで聞いてみるっていうのもやろうと思います。Type-C で。はい。で、これは、どういう意味があるかというと、iPhone もそうなんだけど、MacBook Neo って比較的、購入した人も多いんじゃないかなとか、そういう意味合いで、音の再現っていうところで、一つ参考になればっていうところでやろうと思います。だから、この2つの機種、iPhone と MacBook Neo でやるので、そこは何もいじらずに EQ なしで、もうデフォルトのまま聞いて、基本的にはいじらないフラットのままで聞く。と、Windows 側で触るときにはどっちにしても EQ 試してみるつもりなので、クリエイティブのサウンドブラスター X5 ってめちゃくちゃ気に入ってるもの、DAC があるんだけど、それで、もう自分の好みの EQ で、繋いでみるとか、それは 3.5mm も試してみるっていうつもりでいるので。はい。で、あとは、一応音楽聴いたりとか、そういうのも普通にしながら、あとはゲーミングイヤホンってことなので、やっぱり FPS の足音ってところ、どんなもんかっていうところ、ここも複数のタイトル触れてみて、ゲーム下手くそなので、逆に下手くそな人が耳を使って、勝とうとした時とか、足音が聞こえるかどうかっていう、そこに頼る人って、下手な人って多いと思うので、俺はもう圧倒的に下手なので、そういう意味合いでの参考にしてもらえたらなと思います。上手い人はまた耳の使い方違ったりするのかもしれないし、そこはちょっと参考になるかわからないけど。はい、ということで、よかったら最後までチェックしてみてください。はい、じゃあこちら開封してみようと思います。箱に関しては、結構こっちに比べて細長いやつだったんだけど、正方形に近いような若干横に伸びているけど、箱はこんな感じで、背面にスペックだとか載っています。気になる方は一時停止などして見てみてください。はい、いきます。オープン。はい。オレンジ。めっちゃいい色。なんかさ、テカッとしてね、ツヤツヤしてるというか、今ちょっと目視で見させてください。目視で見ると、でもあれかな。これさ、言ったってさ、ブラウザとか画像で見る色と本物の色が違うとか、そんな話さ、人によってさ、ね、モニターによって違うとかもあるだろうからあれなんだけど、思ってたよりもマイルドな抑えめの色です。もっと発色いい感じかと思った。好み的にはもっとはっきりオレンジ、がっつりしたビビッドなのでいいかなとは思っていたんだけど、言葉の表現もちょっと多少参考にしてもらえたらと思います。ここに、これは、これあれか。前回のこっちの時にも入ってたか、こういう。ここにもイラストのカードが前回入っていたんだな。入ってるね。はい。こんな感じで入っています。いい感じ。この中は、これはもう説明書でしょうか。説明書ちょっと広げてみると、こんな感じで日本語でちゃんと表記あります。結構細かく書かれてる。正式な付け方なんて俺そういえば考えたこともないな。先に耳にはめるんだ。それから上をフックをかけるってこと？はい、ここら辺。3D プリンター樹脂キャビティ 10mm 高性能ムービングコイルユニット。なんかいろいろと書かれています。ここ。感度とかこっちにも書かれてね。感度100デシベル。対象者ゲーム愛好者。インピーダンス32オーム。プラグタイプタイプ C。イヤホンの種類ドラム式イヤホン。ピンタイプ 0.78mm 2ピン。自己研磨 10mm LCP。PU 複合振動膜動輪わからん。コードの長さ。そう、これが嬉しい。ケーブル長タイプ C1.2 あれ長くないか。延長コードの長さ。あれちょっと待ってください。どういうことだ。なんかね、前回のこれをケーブル考えるとちょっと長めだったので、タイプ C だと長めに作ってくんないと困るなっていうのが、個人的な印象としてあったので、そこがいいなと思ったんだけど、はい、持ち上げると、ケーブルは1本しか入ってないよね。こんな感じです。ケーブルに関しては同じやつでしょうか。どうなんだろう。なんか色は若干違う？こっちクリームがかってんね。そういうことかな？違うね。明らかに違うね。これが最後だと思うけど、ここ開けてみると。ポーチ。ポーチこういうタイプなんだ。前回はさっき見てもらったみたいにこういうタイプのポーチ入ってました。
うん。ポーチあるとありがたいね。まとめてしまっておけるのでイヤピとか。はい、こんな感じのシルバーの布というかなんかテカテカしてる感じのやつだね。はい、ポーチついています。さらに、あ、ケーブル別の入ってる。そうなんだ。そして、そう、これだわ、これ。これがね、本当にね、ありがたい。これです、これ。これついてないやつ何なんだって俺はもうめっちゃそれを思う。これね、ありがたいね、めっちゃ。タイプ C からタイプ A に変換するやつ。特に PC とかだと、タイプ C ポート俺1個しか、背面に1個しかついてないから、もう絶対届かないの、そんな 1.2 メートル、1.5メートルとかじゃ。だからこれはめちゃくちゃありがたい。イヤーピは、これは普通に白です。前回のやつ、こっちのやつだと、水色っぽくて、まあ、人を選ぶかなっていう感じだったんだけど、普通の真っ白です。さらに、これが、このマイク部分がシルバーになってます。こんな感じ。はい。で、ケーブル2種類。じゃあ 1.2 メートルと 1.5 メートルっていう2種類でってことだ。こっちの方が短そうかな。こっちなんかめっちゃ頑丈そう。なんか普通のタイプ C ケーブルっぽい雰囲気。あれ？延長ケーブル？めっちゃ嬉しいじゃん。分かってんね。あれ？こっちにはついてなかったよね、多分。これはありがたい。それこそね、本当にね、距離の確保っていうところ結構悩ましいから。じゃあ結構な長さになるじゃん。2メートルとか、2メートルだって余裕で超えるでしょ、そしたら。これはいいね。これね、マジでありがたい。本当に分かってるわ。俺何のね、製品でも家電とか特にイヤホンの話じゃなくなっちゃうけど、いや、なんでそんな短いかって、しょっちゅう怒ってるんだけど、レビューとかでも、このチャンネルにその家電系とか上げることないからあんま目にする機会ないかもしれないけど、めっちゃ腹立つ。1メートルとか 1.2 メートル足りるわけないじゃん。なんか例えばさ、ポット的なものとかさ、もう十分伝わってると思うけど、これがさ、延長ケーブルはこれめちゃくちゃ嬉しいです。ありがたい、本当に。なんかよくここら辺考えてるね。その感じが強いわ。はい、この耳の型にちょっとつけてみます。とりあえず、はい、左耳に該当するのはこっちだよね。これで耳につけるとあんまあれか際立たないか。せっかくの、なんかカラフルな色でも。はい、まあこんな感じで、とりあえず耳にかける状態で、こういう耳の中に差し込んで装着するっていう形になります。全く使ったことない人。まあこういうことだね。これだとね、なんかね、全然引っ張られても外れないというか、安定感があるし、何よりも、下に垂れ下がるやつってタッチノイズって、ここのイヤホンに触れた時にガサガサ結構音入ると思います。それが、この耳にかけるタイプだと、ここに引っかかってることに安定するので、そのタッチノイズが入らない。それが一番のメリットってことになりそうな気はします。まあ、肌の色とちょっと同化まではいかないけど、そこと近いから、なんかちょっとあれだね、いいのかはわからない。もうちょっと鮮烈な色、ビビッドな色だったら印象また違ったかもしれないけど、まあ耳の色なんてのも人によって違うだろうから、あれだけど、まあこのあたり参考にしていただけたらと思います。収まりはいい、出っ張ることなく。はい、この耳の型自体はかなりちっちゃめなんだけど、参考に身長180センチの体重85、6キロぐらいあるので、かなり合体もいいので、その分っていう言い方が正しいかわからんけど、耳もでかいので、L サイズじゃないともう無理。はい、一応イヤピつけてみると、こんな感じの印象です。そういうことね。左右で。右側はロゴが入っている。こんな感じで。左側は、まあ文字のタイプのロゴが入っている。そして、この下の部分に底面に G20 Pro と製品名が入っています。ちなみにこれ EPZ と言ったけど、まあ正式には EPZ、XYZ の Z っぽいです。ただまあ日本語の発音の時どうなるかって話だね。Adobe After Effects なのか After Effect なのかとかいろいろそういうのあるじゃん。もうちょっとわかりやすいので Gemini、Google の Gemini、AI の Gemini なのか Gemini なのかとかいろいろあると思うんだけど、ちなみに After Effects に関しては After Effects が正解です。俺は After Effects っていう派なんだけど、これなんで正解かっていうと Adobe の公式が X 上で昔言っていました。だから After Effects は間違いです。はい、まあとりあえずそんな意味で、まあ EPZ って言っちゃうと思うけど EPZ っていう表記になっているはずです。はい、こう一周見てみるとこんな感じで、こっちになんか穴開いてんね。どういうこと？音が抜けるってこと？ただの飾りなのか、音が抜けるとかそういうあれなのか、ちょっと判断がつかない。はい、でじゃあちょっとこのマイクつけてみようと思います。マイクはこうなるから左側にマイクか。そうだ。なんかね、特徴としてそういえば、こうね見ると、ここになんと通常のマイクもついています。こういうよくあるタイプの。
そう、これもついている上で、こっちも使えるんだって。だから両方のパターンで使えるってことだと思います。これ左耳にかける状態で、かけるところの上から伸びるって形になります。ここに刺す。はい、こんな感じでつけて、なので耳にこういう風にかけるので、こっからこんな感じで伸ばす。ゼロの状態、デフォのこのゼロの状態だと、さっき軽く試した時だとちっちゃすぎたので、とりあえず一旦この15プラスにしておきます。プラスマイナス15、合計30の幅で動きます。はい、続いて、今、ブームマイクを取り外して、つまりケーブルの途中にあるぶら下がっているマイク、そちらから収録している形になると思います。音質はいかがでしょうか。音量とかに関しては、さっき EQ の画面で設定したプラス15のままとしてあります。はい、スライダー上の状態にしてあるので、これだとブームマイクから入ってるはずです。で、このスライダー中段のところでカチッて止めるとケーブルマイクだって。で、一番下がミュートっぽいです。今がブームマイクです。続いて、はい、今がケーブルマイクです。前回ね、こっち使った時、もう片っぽのやつ使った時に思ったのが、これね、そんなめちゃくちゃ重くはないんだけど、若干の重さと、あとは、普段邪魔にはならないんだけど、なんていうかな、例えばさ、こう左耳つけて顔をこっちに左に向けた時に肩にぶつかることがあって、それがちょっとイライラしました。なんかね、もういちいちね、こう突っ張る感じ、ここがぶつかって。っていうのがあったから、まあ邪魔っつったら邪魔な気はするし、めちゃくちゃ邪魔なわけじゃないんだけど、ここから実際に着用して試そうと思います。はい、ちょっとその前に一回ここのポーチにしまう感じがどんなもんか試してみようと思います。これを普通に適当にこうくるくるやってまとめたとして、こいつもマイクもつけたまま、マイクつけたままじゃ入んないか。マイク外さなきゃダメかもね。これはちょっとめんどくさいな。イヤホンだけの状態だと、イヤホンだけでも結構かさばる気がする。収まらないわけではない。とりあえず入る。ね。それは当たり前か。入らないポーチつけるわけないか。入りました。たださ、こっちのケーブルは収めるの無理じゃないか。でもあれか。例えば自宅用に延長ケーブルはもう置いておくとか挿しておいて、こっちは外出るときにつけるとかにはこれだけで十分か。持ち運びには。家で別にポーチ必要ないもんね、そう考えると。それでちょっと納得なところもあるかもしれないです。これもこうに曲げちゃえば、入りました。入るね。で、これも、入れようと思えば普通に入るので、これでこうして、収まりがいい。はい、どうでしょうか。いい感じ。これは入れようと思って入るもんだろうか。入れる意味がないか。試す意味もないかね。これは入らんね。どう考えても。こんなボリュームあったら。無理だと思うので。はい。じゃあもう一度取り出し、実際にこんな感じで取り出して使う感じになると思うので、ちょっと一旦、イヤピとかここにも入れちゃいます。さあ、これで、とりあえず、もう iPhone で聞いていこうと思います。マイクも iPhone での収録も試してみた方がいいか。それを言うとちょっとキリはなくなっていってしまうけど、一応試してみよう。まずは聞くところから。はい。でも、タイプ C なので、このまま挿すだけです。ロゴが見える方を表にしてみようか。はい、今つけてみました。イヤピは比較的大きめかな。完全密閉されて、外の音が結構シャットアウトされてるっていう印象あります。はい、じゃあ実際に曲を聴いてみようと思います。音楽に関しては YouTube で聴きます。この今見てもらってるガジェット本音レビューのチャンネルの下の方にイヤホンの視聴用の曲とかっていうのをこんな感じで再生リスト並べてあります。特別動向ってことはなく、自分で好きな曲とか、あとは人気のありそうな曲、有名な曲とかっていうのを入れているので、ここから音楽を再生して聴きながら、ああでもないこうでもないとかいろいろ思ったことを話していこうと思うので、定番的に聴いている A2O 名パパラッチアライブ。はい、ちょっと気に入りました。ちょっとね、どうだろうな、これも毎回言ってるけど、この直前に使っていたイヤホンの性質に引っ張られたりとか、それと対極にあるようなものだと、その対極にある要素が際立つとかがあると思うので、そこの前提を一応話した上で、一応直前は TRN コンク久しぶりに使っていました。はい。ちょっと TRN コンクは動画上げてあるので、人気の製品なので安くて、2万回、3万回ぐらい再生されているので、興味ある人はそこもちょっと聞いてみてください。はい。で、その性質と真逆に聞こえるだろうなとは思ってはいたんだけど、エッジが結構明瞭に聞こえてる感じです。ただ、広域というよりは、どちらかというと中域とかそのあたり、中広域になるのかな。そのあたりのがエッジが際立った感じで、なんかね、マイルドなんだけど、エッジは強いみたいな感じ。前回の
G30 を使った時もそんな印象だったかな。前回ね、G30 の時には直前にディオニック、KZ のディオニックを使っていました。で、そっちと遠からず、もちろん似てるってわけではないんだけど、なんかね、そういう感じのエッジが鮮明な感じがあるっていう風に言いました。で、またあと、パソコンで使ってみた時かな。いや、全然そんな印象ないじゃんと思ったんだけど、それは iPhone で聞くとそう聞こえた。Type-C ケーブルで挿して。Windows で、直接 Type-C 挿して聞いた時にはそんな印象はあんまり受けない。Windows の方がマイルドに聞こえたっていう感じになります。そしたらね、やっぱ iPhone につないだら、ディオニックとは言わないけど、そういうエッジが鮮明に聞こえた。マイルドって思ってたんだけど、鮮明さもありました。それと同じような印象で今聞こえました。続いて、ダンダダン主題歌、アイナ・ジ・エンド革命道中。現代的にやっぱりエッジが明瞭で、なんか音自体は全体的に太く聞こえる感じです。繊細っていうようなイメージではない。そして弾むような弾力と歯切れのいい感じ。タイトな感じで音が聞こえてくる印象です。あとは定期に関しても比較的というか、音をなしている。音をなさない感じの聞こえ方、圧だけで伝わってくるというよりは、音として伝わってきている印象です。続いて、チェーンソーマン主題歌、米津玄師、アイリスアート。男性ボーカルってことで、そのパワフルさ、男性の声っていうところと、この曲とかの、特徴に当たるところっていうところと、なんかマッチする感じで、エッジが鮮明で、パワフルでいい感じに聞こえます。ちょっといろんな曲を、最近追加した曲とかも含めてちょっといろいろ聞いてきます。K-POP、ミャオバーニーアップ。これも印象は全体的に統一的、なんか曲によって大きく変わって聞こえるイヤホンとかっていうのもあるんだけど、おそらくね、やっぱね、前回 G30 の時に違う話もしちゃったと思うんだけど、Windows でゲームを試したからそっちに頭がいっちゃってそういう言い方をその瞬間したに過ぎないんだけど、めちゃくちゃ Windows で聞いた時はマイルドに感じたの、さっきの話と通ずる部分でもあるんだけど、だから Type-C でもこんなに上質に聞こえるものがあるんだっていう言い方をしたんだけど、特にゲームのパートの時に。ただ iPhone で使った時にはそのシャープさ、エッジの鮮明さっていうのは際立つ感じがあったので、ちゃんと比較してないから2つの間でどうこうとまでは今断言はできないけど、なんかね、やっぱり Type-C ケーブル依存のその鮮明さっていうのがあるのかなっていうのを今改めて感じています。だからね、そこに引っ張られる感じでどの曲を聴いてもそこが勝っている。そのなんかイヤホンの特性とかっていうよりも Type-C ケーブルのエッジの強さっていうところが際立ってるのかなっていう印象を今受けています。続いて、花、ローズ、ザ・ファーストテイク。はい、聞いてみました。音自体が全体的にめちゃくちゃ近くから聞こえてるっていう印象です。で、空間はあんまり感じないかもしれないです。感じないまで断言しちゃっていいかわからないけど、さっき言ってるそのエッジが強いとか鮮明っていうところからしてなんとなく伝わる人はいると思うんだけど、なんかね、そんなに広がり、空間の広がりを感じというよりは、全部が結構前の方から聞こえてきてるっていうイメージ。全体的にやっぱ歯切れよくタイトで、パワフルさはあるんだけど、逆に、逆にというか、マイルドさは今は感じていないです。マイルドさとか、温かみみたいなものとか。で、なんかね、これがイコールになるかわからないけど、鮮明とか繊細さっていうものは、感じないです。これは表現が難しいけど、人によって表現の仕方、捉え方って違うと思うけど、例えるならもう分かりやすいとか TRN コンクの繊細さみたいな、ああいう繊細さは感じないです。というよりはやっぱり同じ攻撃が強いとか鋭いとかエッジが鮮明とは言っても、コンクタイプのああいう繊細なというところではなく、何つったらいいかな、シャリシャリだね。分かりやすく言っちゃうとシャリシャリな感じの聞こえ方になります。はい。続いて、だからそれを考えると今全体的に聞いてきてそうなんだけど、深みを感じる部分がないような気はします。これはいつも言ってるけど、聞き慣れていくと違って感じる部分があると思うので、そこは今後例えばデスクトップで試してその後 iPhone に戻ってくるなんて瞬間もあるかもしれないし、わからないけどね。とりあえず今現時点で感じるところです。 K-POP イエジ、エアやっぱ全体的に同じ印象かな。あんまり差を感じないです、ぶっちゃけ。ちょっと曲を違うタイプのものにしてみよう。ちょっとまた、一個。東京グール主題歌、アンラベル。ちょっと印象が違うかも。そんなこともないかな。ちょっとガラッと、いつも聴いてるものだけど、カイリー・ミノーグ&デュアリパ、リアルグルーブ。これは本当にその空間の広がりみたいな音が響く感じっていうのの判別にいつも使っている曲なんだけど、めちゃくちゃすごいそういうところが強調されてるわけじゃないんだけど、イヤホンによっては本当にそこの特徴が現れる。だけど、どうだろう。
でも他の曲に比べると、そのマイルド感というか空間は感じます。なんか音の広がりがあるような。他の曲よりはマイルドに聞こえる。やっぱりこの曲の特性ってところだと思うけど。とは言ってもやっぱりボーカルが結構前面に出て聞こえるって印象は変わらないです。その他ジャンル違うものとしてロック1個ちょっと聞いてみよう。フーファイターズザ・プリテンダー。はい、聞いてみました。やっぱね、あんまり全体的に同じような印象です。ちょっとこれ以上 iPhone やってもあんま違いなさそうなので、このぐらいにしておこうと思います。普通に、特に悪いこともなく、普通にいい感じには聞こえています。ただ、ちょっとね、他のデバイスで聞いてみたいなっていう印象です。で、ちょっとこの後 MacBook Neo を試すんだけど、MacBook Neo ってあんまりよく聞こえた印象がなくて、過去、途中からここの MacBook Neo で使う判定でしなくなっちゃったからあれなんだけど、2機種か3機種ぐらいでしかイヤホン試してないんだけど、ちょっと一応その事前に自分でこうと思ったことを口にしといた上で試すっていうのはちょっとポイントに自分の中でなっているので、これでちょっと試してみようと思います。じゃあ、アイリスアウト。はい。急いで外して。これ2個差しといてさ、スプリッターみたいな感じで切り替えたりできないのかな。そしたらさ、このね、時間が空く間にわかんなくなっちゃいそうな気がしてならない。俺は特に耳がいいわけでもないし、イヤホンに詳しいわけでもないしっていうところなので、こんな絡まってさ、やってる間にさ、もうわかんなくなっちゃうでしょうと。明らかな違いが聞いて取れたらありがたいんだが、そういう意味では。比較って意味では。ちなみに価格的にはちょっとね今ちゃんと目の前で確認してないからわかんないけど、こっちの方が高いはずです。こっちの方が 2,3000 円ぐらい高いのかな、おそらく。同じくアイリスアート聞いています。こっちの方が断然マイルドです。そうか、全然ね上質に聞こえる。上質っていうのはそのマイルドさを含んでの表現なんだけど、低域が音をなしてはいるんだけど、こっちの方が、響いてる感というか、球体を感じるというか、あれイヤピってこれ、そうだよね。純正のイヤピだよね、これ。同じようなエッジの感じは受けるんだけど、特に中域から広域にかけて。なんだけど、低域に関しては、ちょっと丸みというか、温かみというか、ホール感を感じるような。この2つでは、全然印象違います。こっちの方が、振動を伴うような圧として聞く、そういうのが好きな人には向くと思います。完全に耳が密閉されている時のどこ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 振動としてくるような感覚がこっちの方が強いです。こっちの方が、同じ音域なのか、音域ずれてんのかちょっとわからんけど、とにかくね、今言ってたような振動で伝わってくるような部分に関しては、こっちは比較的音で聞こえるのか、パワフルさがなさすぎて俺の耳に届いていないだけなのか、ちょっとわからんけど、ちょっとこれでもう一回すぐ聞いてみます。なんていうか、振動とか音圧を体で感じるような類のところで言うと、こっちが断然、そういう印象です。これに関しては本当にエッジが強いので、散々さっきさ、いろんな曲聴いて同じ印象だって言ったけど、こっちの方が向きそうな気がします。FPS とかに関しては。足音とかの判別に関しては。とは言ってもちょっと懸念事項もあるんだけど、ちょっとここは実際にゲーム、PC で Windows の方でやった時に触れようと思います。じゃあここから MacBook Neo の方を切り替えようと思います。はい、じゃあ MacBook Neo は、これはせっかくなので見た目的にこう合う合わないっていうところもちょっと試そうっていうところがあるので、これ傷ついてるのは、本体に傷がつかないかとかのチェック用にこれあえて傷を入れたので、これは動画別で上げてるので、この傷があるとのはちょっと見た目に影響出ちゃうか。ケーブルとの兼ね合い。これ普通につないで、この MacBook との組み合わせとしてどうかっていう話になります。はい、こんな感じで置いてみてどうでしょうか。この傷のせいでわからんかな。正常な判断ができないでしょうか。このカバーもね、めっちゃおすすめなんだよな。このつけるとき簡単なのに剥がそうとしてもなかなか外れないっていうのが。このオレンジのワンポイントっていう感じがいい感じそう。無造作に置いてみてこんな感じ。なんか悪くはないかもね。そんな違和感があるような感じはない。ちなみにこっちは前回 MacBook Neo 試さなかったので、こう置いてみてどうでしょうか。こんな感じで。はい。こっちへ接続してみるとこんなイメージになります。似合う似合わないとかどう思うでしょうか。悪くないような気がします。ケーブルもシルバー系だし、言ってみたら iPhone だってそうか。見た目試してみるべきか。さっき映したと思うけどこんな感じで、でもあれか、ケース依存か。これはオルムって、この前これもレビュー上げたんだけど、ナッシングフォンとか好きな人は気に入るんじゃないかなっていうデザイン。このケースもこれも提供でいただいたものなんだけど、これとの兼ね合いだね。こことマッチしてるっていうのは。そりゃそうか。
はい、じゃあ MacBook Neo も YouTube でさっきの再生リスト、そこに入っていた曲と同じものを iPhone と同じ感じで聴いていきます。まず A2O May パパラッチアライブ、楽しみ。お？パワフル。MacBook Neo 自体で音を聞くことが、音楽を聴くとかもあんましたことないからあれだけど、印象としては iPhone で聴いた時と傾向が近いです。ただ若干こっちの方が圧が強いというか、それは PC だからってことなのかな。圧の強さとか、マイルドさも若干、本当に若干。なんかね、マイルドなところが層がオブラートみたいなものがあって、もともと iPhone で散々言っていたようなエッジが強いって言ってる。その感じで聞こえます。ただね、なんかそんなに音がいいっていう印象は受けないから、なんか荒々しいなっていう印象がすごい。iPhone の時も荒々しさは感じるんだけど、逆にマイルドさが伴っている分、そこの対比、コントラストでエッジが際立っちゃうのかな。米津玄師、アリスアート。なんだろうね。やっぱりね、さっきの G30 ってもう片っぽの方のイヤホンの時の低域の圧で来る感じっていう話をしたと思うけど、あれとの大きな違いっていうのは、その言葉で言ったまんまのマイルドさを伴うとか圧を伴うとか、今のこっちの G20 Pro だと、その圧というよりはもう全体的に低域に関しても音としてはっきり聞こえてるみたいな、そういう言い方をしたと思うんだけど、そうね、他の表現をするとなると G30 の方はボリュームを上げた時に迫力を体で得やすいです。なんでかっつうと、エッジがめちゃくちゃ際立ってるわけではないから、その低域がさ、圧で来るとか音をなしていない部分みたいな要素もあるから、だからがっつり上げた時にもそんなにね、キンキンというか、広域のその刺さる的なことでなく、中域のジャリジャリ感が耳に引っかかるみたいな感じの表現をいつもしてるんだけど、その感じがこっちは強いです。だからボリュームを上げるとそこが際立ってしまって、これ以上上げたくないなって、上げられないなっていうより上げたくないなってなる。不快感を感じるような感じ。で、G30 の方に関しては、そういうことはなく、その本当に低域の強さっていうところに飲み込まれているのか、他の音がそこまで際立つ感じがないから、こっちの方が迫力を伴って聞くのにはいい。こっちはね、だからやっぱりこの前言ってみたいな典型的なタイプ C で現れるようなシャリシャリ感というか、そこが強い、エッジがめちゃくちゃ強いイヤホンっていうことになるのかもね。強いイヤホンってことなのか、ケーブル依存ってことなのか、タイプ C の傾向としてってことなのか。だからそれを言うと俺はちょっと判断つかないけど、 G30 はイヤホン本体の性能とか特徴っていうところで、このタイプ C のケーブルの感じをカバーしてるってことなのかね。それを上回るそのマイルドさだったりとか圧っていう、そういうわけじゃないのかな。わからんな。それ言ったらじゃあ、こっちのケーブル使ってみりゃわかるんじゃんって話にはなるけど、でもな、それをやったところでね、両方を買って比較する、その組み合わせで使おうって人はいないじゃん。ケーブルだけも確かこれ売ってはいたんだけど、ちょっとこの流れの中でタイミングがあったらそれも試そうと思います。ちょっともう何曲か聞いてみよう。ちょっと傾向は分かっちゃった気がするけど。花、ローズ、ザ・ファーストテイク。やっぱりこれね、昔 TRN の VX Pro プラスとか KZ 系に慣れてなかった頃って言い方がいいかな。の時に話していたみたいな、そのね、全体がどの音域もエッジが明瞭で、広域に関してはシャリシャリ。言葉の表現としてはよく聞こえないと思うんだけど、中域とかに関してはジャリジャリみたいな表現をよくしているんだけど、そうね、似たような質感なので、全音域がまとまって聞こえてしまう。つまり、なんかぺったんこというか、同じ場所から聞こえてるような感じに受け取ってしまいがち。実際はそんなことはないんだと思うんだけど、耳が慣れたりとかすれば違って聞こえるかもしれないし、俺がまだ言葉の表現が足りなかったりとか、耳の聞く力が足りていないからっていうだけなのかもしれない。例えば G30 の時に言ったみたいな、低域が圧を持ってあんまり音をなしていない、圧で伝わってくる。っていう、言ってみたらマイルド的に聞こえてるものに対して、中域とか広域が明瞭に聞こえていたとしたらさ、その層として感じられるじゃん。音の質感の違いがあるから。で、対して、こっちの G20 とか、さっき言ったみたいに KZ 系のとか TRN-VX Pro プラスで感じたとかっていったものに関しては、まさしくね、その音の質感が全音域、聞こえ方が似通ってるから、そのシャリシャリとかなんかこうエッジがめちゃくちゃ明瞭だっていう低域のところも含めて。だから、どことなくのっぺりというかね、なんかね、層で聞こえてみたいな感じ。仮にその区別がついたとしても、レイヤーが存在しているのは、ちゃんと、レイヤーが存在しているのは把握はできるんで、本当にレイヤーとして層として存在してるみたいな感じ。思って。ここが空間の表現。こう何層もあったとしたらさ、この層の間のここが空間の表現、距離感の表現みたいな感じに聞こえます。
で、さっきの G30、比較してみたらだよ。G30 もエッジが際立って聞こえるって前回その iPhone の時には言ったから似たようなものだと思ったんだけど、実際比較したら違ったって意味で、この表現をするだけなんだけど、さっきから繰り返し言ってるみたいな G30 に関しては、低域はその丸みを帯びてるというか、圧として伝わってくるっていう感じだから、なんかね、さっき言ったみたいにこういう層だけで組み合わさっているものではなく、その低域のマイルドさ、圧があることによって、なんつうのかな、ちょっと表現伝わるかわかんないけど、こっちの方がまだ丸い球体を帯びた、このね、層だけの距離感だけの差で耳が上にあったとしてね、ちょっと伝わりづらいかもしれない。こう層がいっぱいあったとしたらじゃん。そしたら耳からのこの距離でこう、レイヤーが分かれて感じる。そこで判断をするしかないみたいなイメージです。対してこっちは、なんかね、球体を帯びてこうなっていて、なんか方向性も伴うっていうのかな。これは FPS とかやれば判断はつくと思うんだけど、定位がわからないとかそういう意味ではなく、こっちは。そういうことではないんだけど、感覚的に距離感でしかつかみづらい、つかみようがないというか、各音の判断をするとしたら、その奥行きっていうか、この層の位置だよね。こっちに関してはそういうことではなく、なんかね、こう、全方向に広がってる音の広がり方として。それが結局低域がマイルドで、中域高域とは、異質な聞こえ方になるから、異質な聞こえ方をしているから、そういう感じ方をするっていうだけなんだろうけど、なんかね、とにかくね、そういう違いがあります。伝わるかはわからんけど。まあ、MacBook Neo で試しても、ここが限界かなっていう気がします。特に MacBook Neo で聞いてみて、めちゃくちゃいいみたいな聞こえ方するみたいなことはないです。ちょっと一応もう一曲、イッチーリンゴ。何も悪いことはないんだけどな。ただやっぱりボリュームがちょっと上げづらい。本当に大きくすると、圧でパワフルな感じを感じたいと思うと、それは聞こえてこないし、聞こえる位置までもし仮に上げたとしたら、多分ね、もう中域とか、広域もそうなんだけど、広域、中域が目立つ気がするんだよな。なんかね、そこがうるさくなりすぎて、不快感しか得られないという感じがしてしまう。そう。逆に言えば鮮明だから、ほんとちょっと後で試してみればわかるけど、FPS とかには、どっちかというと向く気がします。個人的な感覚としては。ただ、ちょっとね、気になるところもあります。これ毎回ちょっと触れてるかな。なんかね、聞きたい部分が聞こえるかはちょっと謎な気はする。表現。中域が強いものとかだと、なんかね、そういうイメージがあるだけなんだけど。で、まあちょっと今回から変えようと思っているのは、PC でゲームやるときはイコライザー使うつもりなので、その足音に最適化するかどうかは別として、音楽の主張も試すので、その時には、自分の好みの感じ、いつも設定しているような EQ の波形っていうのかな。まあそれがいい悪いとか、いやそれおかしいでとって言われるようなくらいボリューム上げちゃってるかもしれないんだけど、まあそういうのは抜きとして、俺自身が好きな感じで試そうとは思っているので。はい。ということでちょっと MacBook Neo 一応試してみました。はい。アリーナブレイクアウトプレイしてみようと思います。ゲーミングイヤホンの EPZ G20 Pro。はい。こちらのレビューとしてプレイする感じになります。前回 G30 っていう別のイヤホン。このイヤホンよりも3000円ぐらいかな、値段が上の、まあ上位のモデルってことになるかと思うんだけど、それを使用した上で、なんかね、音が良すぎて、FPS には向かないんじゃないかみたいな話しました。まあ詳細は省くんだけど、まあちょっと気になる方はそちら聞いてみてください。個人的には FPS においては、なんかね、全部ね、カリカリに聞こえてほしい。言ってみたら、有名どころで言う FPS イヤホンっていうところのファイナルの VR3004 ゲーミングとは対極にあるようなイヤホンを好んで最近は使っています。昔は VR3000 買って使ったんだけど。イヤホンだとなんかね余計な音は聞こえずに、必要な音だけ聞こえるみたいな。耳を本当になんだろうな。耳をある意味そういう意味では凝らして聞く感じ。対して、まあこのイヤホンもその麻薬の方に、麻薬とまではいかないけど、どっちかというと全体的にシャープに聞こえる印象を受けてるんだけど、フラットの状態でも。こっち系だと、そのいろんな音が、すべての音がはっきり聞こえて、音のジャンル問わず。で、その中から、すべて聞こえる中から取捨選択する。逆に言えば、音がいろいろ聞こえすぎちゃって混乱するっていう考え方もできる。だけど、まあそんな感じのイメージで考えてください。インナーブレイクアウトがあるんで、今もさしくプレイしてる。これさ、なんか俺レビューしてその後加えてくれたのかなもしかして。そんな、どっちかというとニッチなゲームだと思うので、これタルコフ系のゲームになるんだけど。まあとりあえずここから EQ を普通にこう、プリセット選ぶことによって、今、トライってやってる間に今音が変わってます。で、決定するときに多分右側のアプライってやつを押すんだけど、で、これオリジナルもできるので、自分で作ったやつはこっちにもすでにあります。例えば、こんな感じのとか。まあ押してる間に、こっちは俺極端に作ってあるからめっちゃね、音変わります。そう。
で、とりあえず今、スタンダード、元々のこのまっすぐなので使ってたの。タイプ C だとシャリシャリ感強まるみたいな傾向はあるにはあるっぽいんだけど、その中でも G30 に関してはちょっとマイルドめだったというか、ただ、使うデバイスによってやっぱり大きく変わるなっていうのは前回めっちゃ感じて、例えば最初に、複数のデバイスで視聴を試してたんだけど、フラットの状態で、基本 EQ をかけずにレビューの時ってやってたので、ちょっと前回 G30、これの上位モデル使った時に考え方が変わったんだけど、基本フラットで複数の端末で試してます。で、まず iPhone で試した時、結構、シャープ、シャリシャリするタイプ。刺さるほどのことでなく、KZ みたいなあそこまでのきつさはないんだけど、どっちかというとああいう傾向に感じました。だからやっぱりタイプ C の傾向なんだなっていうのをちょっと思って話をしていたんだけど、ところが後々ね、考えてみたらなんだけど、PC、Windows で接続したときは、そのね、シャリシャリ感とか、そういうエッジの強い感じが、かなり軽減されて、相当ね、マイルドに感じました。だからやっぱり再生に使うデバイスによって、それって Type-C 直差しで PC、Windows の場合使ってるので、俺がそもそも使っている DAC の効果でどうこうとかそういうことにはならないので、直差しなので。そう、だから iPhone と、Windows でも相当差があったっていう状況があって、このゲームも軽く触れておくと、タルコ風的なものなので、わかりやすいところで言うと、有名どころ最近ので言うと、アークレーダースの、シビア版みたいな。アークレーダースは割と、脱出シューター系でも相当カジュアルなゲームになると思うので、音って意味で、音の判別に。このゲームとかタルコとかだとワンパンがあり得るので、その分、耳を凝らしたり、音が重要。特に、前回とかめちゃくちゃ力説したんだけど、俺は FPS めちゃくちゃ下手くそなので、音に頼らない限りは5億%勝てない。っていう状況。間違っても身体能力とか反射神経では、リアルに言って、もう 95% 負けるので、だからこれ系の音に頼ってワンパンで倒せる可能性があるゲーム。もうワンパンつったって装備があれば、防具があると、防具と弾の強さとかでそのワンパンで倒せる倒せない変わってきちゃうんだけど、頭何もつけてなきゃワンパンもいけるとかそういう感覚なんだけど、ちょっと EQ いじりたい。今いじるわけにはいかない。ちょっと判別しづらいのやっぱこもって感じる。木の板の上を歩いてるような音が聞こえるが、こもって感じてわからん。音がちょっと判別つかないな。ちょっと EQ をいじろう。オリジナル。もう全然違う。ボリュームも違うし。ただ逆にめっちゃ、やばい。いろんな音が聞こえるんだけど、早く入れるか。この音で寄ってこい。上から聞こえているような。ショートがしてる。だから撃ってみるか。音はこの波形にしたら断然聞き取りやすい。これ好みがあるだろうけど。ただ雨が降ってるからちょっと今は疎外感が強いっていうような状況なんだよな。グーグー喉が鳴ってる感じ。何そんな音出すようになったの？そんな変な音出さなかったけど昔は。俺がしょっちゅうやっていた頃は。喉の音みたいなのがすごい。ちょっと下手くそだからあれだけど、今のじゃ伝わらんか。あんま伝わんないかな。音が重要ってところが伝わらなかったかどうかはわからんけど。はい、ちょっと今軽く試した感じ、音自体は、結構鮮明に、EQ のおかげもあると思うけど、そもそもね、繰り返しになるけど、そのタイプ C 接続で、
結構割とそもそも鮮明に聞こえるタイプなので、まあ俺好みなのもあるし EQ の効果もあってっていうところで、まあ個人的には使いやすいかなって思いました。まあ、前の G30 よりも細かいこと抜きとしたら俺はこっちの方が好みです。ただ音がどっちが上質に聞こえるか、音楽とかも含めて、音楽ちょっと PC であんまりちゃんと聞けてないけど、どっちかっていうと G30 の方が断然いいなと思います。なんか音の厚みとかが全然違う、こっちとは。今とりあえず開始した時点の印象としては、やっぱり全体的にシャキシャキしてるなっていう印象です。音が全体的にエッジが引き立ってる感じ。かといって過剰すぎない感じ。適度で聞きやすいような印象は感じています。修正がしている。魚が飛び跳ねてる。銃声がずっと聞こえているけど。なんかね、これね、音ね、なんだろう、何の違和感もなく、何も思わないから結構しっくりきてるのかも。とはいえ、前回の G30 と比較すると、G30 はまあデフォルトで使った時の話になっちゃうけど、G30 の印象は。あっちはね、やっぱりデフォルトだと特にめっちゃ、まあ今考えるとこっちと比べると完全にこもってるなっていう印象です。耳が慣れれば、そこの中から足音の帯域とかは、なんだろうな、前回と言ったこと違っちゃうか。前回は、他のゲームもやった上でフォートナイトやった時に、フォートナイトは、しっくりきていい感じっていう話をしました。特に同行じゃなく。で、今回のに関しては、もう前提としてシャキシャキ聞こえるなっていう頭がある状態からやってみて、逆に違和感あるかなと思ったんだけど、そんなことはないです。前回の G30 の方が、没入感とか迫力とかを感じたいんだったら向こうの方が向いている気はします。露骨にやっぱりこっちの方がシャリシャリ感はあると思うので。ただまあ今とかもう EQ 適用してるからかちょっと一瞬今 EQ 見てます。めっちゃ振り切ってる感じにはしてるんだけど、アリーナブレイクアウトで設定したこの感じにしていて、で、さらにここのボリューム、EQ 設定した波形自体をこう下げたり持ち上げたりボリューム上げられるので、これもう上振り切っちゃってるね。これまずいかな。特に音割れとかなんかそういう問題はないんだけど、まあこの状態でプレイしてるっていうのを一応把握しておいてもらって。だからめっちゃ余計聞きやすくなってるっていうのはあると思います。ちょっとまあ試しに、じゃあ一回、フラットにしてみます。フラットでボリュームを持ち上げて。フラットにしたら、まあこもってる感はあるか。まあ比較しちゃうとそれはこもって聞こえるだろうなってのはあるんだけど、まあ、さっきのめっちゃ広域持ち上げてたので、ちょっとね、どうだろうな。ここだけ今きっとさっきのが強烈に変えすぎちゃってるから、強烈にその EQ かけてあるから、今更このデフォ、フラットの状態を聞いても、やっぱりね、物足りなく感じちゃうから正確な判断はできないとは思っているんだけど、それでも G30 と比べると、まあ、多少、シャープ寄りだとは思います。G30 に比べれば、まあ、明らかシャープなんじゃないかな。と、あとはさっき言ったみたいな、なんか、その迫力っぽいものはあんまり感じられない気がする。こっちの方が。逆にスッキリしていて聞きやすいみたいな印象です。ちょっと出しっぱなしだったか。ちょっとじゃあ EQ もう一回戻します。もともと設定したのはこれかな。アリーナブレイクアウトのやつ。これだとまあ低域とかもちょっと絞り目というか、広域とかの方をより際立たせてあるので、爆発音に紛れて足音とか、そういうものが聞きづらくなるっていう状況にはないと思うので、デルタフォースやってみようと思います。デルタフォースのオペレーションズだっけこれは。めっちゃ久しぶりでちょっと忘れてしまってるけど、タルコフモード、アリブレとかタルコフみたいなモードになります。ただまあ、操作感とか、仕様とか的には、あそこまでシビアではなく、なんて言うんだろう。まあ、言ってみたらよくある FPS みたいな軽快な感じに操作してプレイする感じです。この位置はこっちはちょっと分かりづらいな。下にいる仲間とか。あれこれどうやって見るんだろう。結構やっぱこもってもっさりな印象かも。これゲームの特性もあるかもな。デルタフォースに関してなんか言ってた記憶ある。ちょっと忘れちゃったけど昔よくやった時。こういう特徴があるみたいな音作り的に。こういう曖昧な話もしてもしょうがないので、ちょっと今 EQ 開きました。
今見たまんまのこの感じにしていて、まあここまで話していたような印象です。でもわかりやすく、このアリブレのこの波形にしちゃいます。これにした途端にね、もうね、はっきりシャープに広域あたりが持ち上がって、こう鮮明に聞こえる印象がすごい。ただそんでもなんか全体的になんかもっさりしたような音の聞こえ方に感じるな。このゲーム依存だとも思うけど。他のゲームの時に話したように割とシャキシャキとはっきり聞こえるタイプなので、イヤホン的には。あ、ごめんなさい。ヘルメットのせいだ。これがあるわ。これ系のゲームやったことない人もいるかもしんないよね。今わかんないかもしんないけど、イヤホンとかヘッドホンの装備をしたりとかっていう要素のあるゲームがあって、まあ、このタルコフ系とかに多いんだけど。その絡みで、これはね、もうね、耳が塞がれてるから音が露骨に聞こえづらくなる。だからだ。イヤホン依存じゃない。ちょっと分かりづらくなっちゃうから捨てよう。なんかピー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 音鳴ったらごめんなさい。アラーム的なものが鳴ってすぐ止まるので。そう、技術力勝負。うまいもの勝ち。耳勝負ももちろんあるんだけど、それよりは、やってみたらエイペックスとかよりな、音よりも技術みたいな。っていうと、なんか、語弊はないと思うんだけどな。まあ、アリーナブレイクアウトとかタルコフ系もやったことある人で、エイペックスもやったことある人だったら俺の言ってるニュアンスは伝わるんじゃないかなとは思います。完全にタルコフ、アリブレは耳勝負なので。耳勝負じゃないと思ってる人は、それは、もう単純に上手いだけ、それは。晴れてる人でそういう風に思う人はね。プレイヤーもいます。まあ、本当にタルコフとかアリブレみたいな感じ。まあ、なんか方向性とかあると思うけど、それがつかめていないからちょっと分かりづらく感じているだけであって、音はね、めっちゃ鮮明にシャキ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 聞こえてる。さっき見せた EQ の絡みもあってだろうけど。あ、そうだ。ちなみにちょっと EQ 変えます。ここ危ないな。めっちゃ危ないけど。これね、そうだわ。公式で、この右のデフォルトのところにデルタフォースが用意されています。これに切り替えてみます。角から公式で用意しているデルタフォースに変えてみました。広域をちょっと逆に下げるんだね。まあ、耳に刺さるとか、銃声がうるさいからキンキンするからとかそういうことでしょうか。もしかしたら、なんか帯域を考えるとそういうことなのかなっていう気はします。まあ、確かにシャキシャキしすぎて耳に刺さる感じもあるにはあるから、まあ、ここは好みと、それでもどこか特定の部分聞きやすくしたい部分があるかどうかってところになると思うので、俺もちょっとあれかな、細かな調整までは時間的にも厳しい気がするので、ちょっと足音がこのゲームの特性かな、それとも EQ のせいか、噛みづらい。まあ音的にはこの EQ は俺の好み的には違うかなっていう感じです。やっぱもっとこのね、足音とかも結構重く聞こえてる。ドスンドスンみたいな感じ。ちょっとじゃあ EQ、アリブレで作ったオリジナル。はい、これに変えました。広域。めっちゃ持ち上げてるやつ。極端すぎるけど。これにするとね、やっぱりね、明らかに足音が際立つので。これなんだっけ、あ、なんだっけか、これ忘れちゃったもん。あ、これか。ゲームの特性的な意味合いで、この音が何の材質の音なのかとか、上の階、下の階とかの判別がまだつかないです。ラグいラグいラグい。でも音はね、まあ、おーい、やっぱこのね、めっちゃ足音とかそういうものははっきり聞こえるんだけど、シャキシャキして、こういう気持ち上げてるから。逆にやっぱり銃声とかめっちゃうるさいです。ここ難しいね。その微調整が必要かも。細かいところの、この、音絞るとか、ここは持ち上げるみたいな。はい、まあ、とりあえず、やっぱり、個人的にはまあ、全体的にこの傾向が好きなのかなっていう感じです。広域めっちゃ持ち上げる。ちょっとこれ、本当に、アジャストさせた感じではなくて、どっちかっていうと、音楽とかを聞くときにいい感じに弾こうと思って設定しているやつの定期感じになります。ちょっとこれでアップライトしておこう。はい、ということで、まあ、デルタフォースもやるのにも、まあ、どうだろうね。音の好みはあると思うけど、普通に、これはこの感じの波形でシャキシャキして、
音を察知しやすいなっていう感じは受けました。だから FPS には向いてると思います。個人的な考えです。繰り返しないけど、VR3004 ゲーミングとかとは真逆の方向性のイヤホン。はい、アークレーダースもプレイしてみようと思います。ちょっと装備の仕方も忘れてしまって、なんかこのなんだっけこれ、アーマーみたいなやつとかも何も装備しないできちゃった。とりあえずアークレーダースに関しては、知らない人のために一応ざっくり説明すると、言ってみたらタルコフとかアリーナブレイクアウトみたいな脱出シューターになります。ただし、あそこら辺のゲーム、デルタフォースのさっきのモードもそうなんだけど、で、そこら辺よりもかなり、ライト、カジュアル、デルタフォースかな。デルタフォースに似てるとは言わないんだけど、どういう意味合いでこれ言ってるかっていうと、OEM が必要かどうかとか、なんかそこら辺の兼ね合いも含めて、アリブレタルコンに関しては OEM ってあんま必要ないというか、装備依存ではあるけど、よりは必要だっていうところと、あとは戦闘がカジュアル、その足音がめちゃくちゃ重要ってわけではない。重要じゃないっていうと、それは FPS 何でも重要でしょって話なんだけど、もうその先打ちしたら勝ちみたいなアリブレタルコフみたいな要素が、そこまで大きくはないと思うのです。でもそんなやってないからわかんないけど、ちょっと言い方語弊あったらごめんなさい。で、このゲームはね、この今見てもらって、ちょっと伝わるかわかんないけど、この世界観を楽しむ、没入感を楽しむゲームっていう要素が、もう強いです、その側面も。だから、そういう意味でどちらかというと、俺自身としては、今までの軸とは違って、その臨場感、没入感とか迫力、映画を見るような感覚、自分が映画の中に没入したみたいな感覚で楽しむ、こういう音の判別をしたいと思います。足音判別もなんかそういう話ができるタイミングがあればするけど、ちなみに今現在 EQ に関しては、そういう思いがあるので、もうこれ音楽とか聴ようと思って調整した EQ にしてあります。これもちょっとボリュームは振り切っちゃってはいるけど、ちょっと下げとくか。はい、これを使ってやっていきます。ただ、この EQ もこういう気持ち上げてあるので結構鮮明なので、もっとね、このゲームの場合は、それこそ G30 の方が適してるんじゃないかなっていう、低域とか中域にも厚みを持たせて、そこら辺のね、迫力を、体でというと大げさかもしんないけど、耳でシャキシャキと明瞭に聞きたいんじゃなく、兵器とかに関しては、この圧を伴う感じで耳の中で響き渡ってほしいみたいなところがあるので、ちょっと今ここ特に天候の変化とかもないから、あんまり今言ってるとこ伝わらないかもしれないけど、なんかね、本当にね、この映画の世界に入り込んだみたいな、ちなみにロボットとかがいる世界なので、その敵とかも出てきてくれないとな。その敵との、そのロボとかそっちとの戦いが結構シビアだったり、そういうシビアさがある中、人間も現れるから、そういう意味合いではシビアなんだけど、ちょっと現実ベースのタルコフ、アリブレには、存在しない要素なので、近未来の設定なので、そこの差がちょっと大きく現れてるのかなって。だからこそそこが、もう音としても、表現を楽しむ、世界を楽しむっていうところにつながる。だから EQ をちょっとその映画寄りというか、そういう風にした方がいいんじゃないかなと思っているところです。なんかそれが伝わるようなシーンに行けたらいいんだが、音が右側遠くから聞こえているな。でもな、ちょっと EQ 変えてみます。なんかすでに、もう俺が分かっていないだけで臨場感が感じられる何かがありそうな気がしてきた。はい、今、デフォルトで用意されている、ちょっとシネマってのにしてみます。はい、シネマにして持ち上げる。圧倒的にこもって感じちゃうっていうのがあるからだけど、ちょっとハイファイミュージック。シネマでさらに提供ちょっと持ち上げてみよう。ちょっといじって、こんな感じにして、こうすることによって、単純に、ボリュームが上げやすくなっているので、広域あんま上げてる状態だと耳に刺さるから、低域もっと迫力欲しくても持ち上げられないってことあると思います。ちょっと俺が聞く側のボリューム上げてみます。こっちの方がいいかもな。風の音とか、そこら辺が、めっちゃね、大きく聞こえてきている。それでも、こうなるとやっぱり鮮明さがあだとなるというか、もうちょっとマイルドでいいような気もしてしまう。爆発音とかなってほしいな。なんかスタンダードだと比較的にやっぱ、まんま、フラットで、なんていうの？
途中でも言ったみたいに、マイルドさが引き出すというか、攻撃とかが際立ってないので。そうするとボリューム上げやすく、その全体のボリュームが上がって迫力が得やすいみたいな。ちょっとね、さっきの域よりも、やっぱマイルドさとボリュームもその分上げたんだけど、まさしく言ってるまんまの感じになってる気がする。ただ、やっぱりこれは絶対 G30 の方がいい。今、俺が散々言っているそういう意味合いで楽しもうとしている人、没入感、臨場感。だったら、なんかこれ行き場がないな。どこ行ったらいいんだ。っていう人は、G30 おすすめします。がいいと思う。こっちはね、もう本当に足音重視。シャリシャリって意味での。こういう音を立ててこれで気づかれるとかもあるから、そういう意味ではイヤホンは重要って言ったら重要なんだけど、別にそこまで聞き耳立てなくてもこの音はどっちにしたって聞こえるしね。なんかもうちょっとな、その映画っぽいって言ってる、なんかロボットとかも全く出てこないじゃん。そういうシーンが出てこないと散々にしてても何も伝わらないな。敵が一匹もまだ出てきてすらいないじゃないか。そうね、ロボの恐怖っていうのは結構あって、そこは面白いかも。ロボが出てくるシーンまでは当然やらなければ。散々話したのに。やっぱね、音ね、この没入感とか臨場感重視にしたら、ね、絶対いいと思う。やっぱ G30 です、これは絶対に。ちょっと変えてみようかな、楽しみにも含めて。怖い。SF 好きにはたまらんでしょ、このゲーム。結構ね、リアルなんだよ。なんというか、リアル。おっしゃー、なんとか倒した。とりあえず戦闘シーンは残せたから、よしとしよう。こうやって回収していく。ロボとプレイヤーとも戦いつつ。久しぶりだったら面白いな。面白いってのは分かってるんだけど、ちょっと今迫力重視と思っていたんだけど、あえてフラットにした感じだったのを、アリブレにもう一回戻して、ベストに戻してみよう。ベストでちょっと下げる。大丈夫やっぱね、こっちの方がね、音は鮮明に聞こえますよ、普通に。風の音とかに阻害されないみたいな。ロボの音とかもめっちゃ鮮明に聞こえてる。エッジが際立つ感じ。輪郭がくっきりしている。なに他プレイヤーが戦ってんのかな。音でかなんだあれこれだわ D30 を使ってちょっとこれやりたいね。ちょっと待って10分以内になんとかってな。これだわ。なんかね、もうね、恐怖が普通に音で伝わってくる感じ。これはいいね。イヤホンの試しがいがあるっていう感じ。ちょっとな、G30 どっかしまったっけな。すぐ出せなそうな気がするな。どこあるんだ。こんなことやったら死んじゃいそうだからな。ちょっと待ってください。発見しました。いや、これはね、普通に楽しみ。TQ 側もせっかくだから映そう。はい。今まだこの GP20 Pro の状態になってるけど、G20 Pro になってるけど、コネクトをして G30、今選択画面映ってないんですけど、変えました。で、今切り替わったの分かると思います。で、こっちだとピュアとかなんだ。何 ?G20 Pro の方だと、これあれだ、本当にこのデバイス単位で内容が違うんだね。こっちにはゲームのタイトル入ってないわ。ちょっと一旦ポップとかにしてみよう。全然聞こえ方違う。俺がもともと用意したアリーナブレイクアウトの音にして、ちょっとこれ、提供持ち上げて、ちょっとこれでやろう。ちょっと待ってください。よし、再開。やばい、なんか音聞こえてる。やばい。今、変えた直後だとそんなに、ちょっと待った。変えた直後だとそんなに、迫力が一気に増したなみたいなことは実際感じていないんだけど、ちょっと違うかな。フラットにして持ち上げてみるかも。いや違う。適当に良さそうなものを選んでちょっと持ち上げています。
バス、ベース、バス、シネマにしてみよう。で、聞く側のボリュームを上げる。いやー、これは今度単純にこもって聞こえちゃってるな、めっちゃ。ちょっと行ったり来たりだけど、もう一回リブレのにして、提供持ち上げて。なんか来てる。音がうるさい。ちょっと待った。ボリューム下げないと。めっちゃ刺さる。なんかね、近いところとでかいところの差が激しいな。変えよう。ロックでちょっとボリュームを。なんかね、今の聞こえてるこの辺りの音はちっちゃいんだけど、銃撃の音がめっちゃでかく感じる。疲れた。全然聞かない。ちょっとこっち撃ってきた。死んじゃったあ、これはね、ちょっとね、調整難しいな。 G30 が絶対いいとは思ったんだけど、 EQ で結構細かく調整しないと、なんかね、この今聞こえてるような飛んでる音とかが全然はっきり聞こえない。めっちゃこもって聞こえます。だから広域ががっつりくるから、広域もっと絞って、で全体のボリュームを上げるとかにしなきゃダメかな。なんかね、音の帯域を細かに調整しないとダメかも。ちょっと思ってたのと違う。これだったら G20 の方がいいかも。もっとね、迫力すごい感じで聞こえるかなと思ったんだけど、まあ何せよ EQ 微調整で変わるとは思うので、はい、ちょっと、まあ、やられたまんま終わるけど、まあどっちにしても G20 Pro もおすすめです。臨場感楽しむって意味合いでも楽しめるんじゃないかなと思います。イヤホン、音、そしてゲーム自体も。はい、この辺りも何かの参考